はいさーい。マイク入ってますかね。はい、どうも。というわけでですね、発表の方をしていきたいなというふうに思います。はい、Let's use LLMs from Ruby Refine type RBS type using LLM と題しましてですね、Linear Technologies 国用から発表させていただこうと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。でですね、発表の方は日本語で、スライドの方は日英併記でやらせていただければなというふうに思います。でまずはですね、簡単な自己紹介からです。国用と申します。本名はですね、森俊介っていうんですけど、誰も知らないので、国用の方で覚えていただけると嬉しいなと思います。で、国用ウィンドというアカウント名で、こちらのアイコンで、Twitter 元い X の方をやっておりますので、見ていただければなと思います。で、会社はLinear Technologiesという会社で働いてまして、こちらはですね、今回、プラチナドリンクアップスポンサーをさせていただいております。で、明日夜にはですね、リーナー焼肉パーティーも開催しますので、いらっしゃる方はぜひよろしくお願いします。また、会社の事業の領域としては、B2B のスタートアップやってまして、詳しい話はしないんですが、我々エンジニア絶賛採用しております。昨年はですね、Ruby スポンサーさせていただいたんですが、ちょっとタイミング的に枠がないみたいなことがあったりしたんですが、今はですね、調達組織拡大していくタイミングでエンジニアを絶賛採用してますので、ご興味ある方いたら、ぜひ気軽に話しかけたりとか、DM いただければなというふうに思います。さて、というところでですね、業務とは全然関係のない話をしていきたいなというふうに思うんですが、昨年ですね、Ruby 会議2023の方で私 LT させていただいて、RBS meets LLMs というタイトルで、RBS の型定義を LLM で推測できないかなみたいな話をしました。ちなみにこの年ですね、一番最初のキーノートでマッツがRuby のコードをチャット GP に渡して型を推測させてみたよっていう話を急にしだしましてですね、いやいやちょっと待って、キーノートと LT のネタ被ったんだけどっていうことですごく動揺したりしたんですが、実際にはですね、そこまで被ってなくって美味しいネタだったんでよかったんですけども、今年はどうなるもんかなって心配してたんですね。で今年のタイムテーブル見てみたら、マッツのキーノートは最終日のラストということで、いやよかった、今回被る心配なさそうだなと安心したりしておりました。ということでですね、今年も LLM 大規模言語モデルの話していければなというふうに思っております。こちらはですね、大量のテキストデータを使ってトレーニングされた機械学習モデルのことです。代表的なところだと、OpenAI のチャット GPT や Anthropic のクラウド、それからプログラミング関連ですと、マイクロソフトの GitHub コパイロットなんかは使われたことのある方も多いんじゃないかなと思います。で見たことある方も多いかなと思うんですけど、例えばですね、クラウドに対してGive me a 3-line summary of Ruby 会議ということで、Ruby 会議について3行で説明してって頼むと、Ruby 会議こういうものだよというのをですね、3行と言いつつ、3分になってるだけで5行ぐらいあるんですけど、簡単に説明してくれると、このような使い方をするものになっています。でですね、LLM、昨年からかなりいろんな点で進化してます。まず一番大きいのがコーディング能力向上してまして、昨年時点の GPT-4 でも結構すごかったんですが、ちょうど昨日ですね、GPT-4 Omni というモデルが出まして、こちらがですね、コーディングのベンチマークスコアが GPT-4 から 23.2 ポイント上昇しているということで、めちゃめちゃ賢くなってます。また同じぐらいの強さのモデルだと、8分の1ぐらい値下げされていたりとか、あと文章帳もですね、これも今朝出たところですかね、Google Gemini 1.5 Pro というのが2メガバイトのコンテキストをサポートしたので480倍ぐらいとめちゃめちゃ伸びてます。みたいな感じでですね、かなり、LLM いろんな点で強くなっていっていますと。でですね、昨年の LT では Ruby ファイル1個か2個試しに RBS に書いてみてもらおうっていうのをやったんですが、ここまで LLM の能力が上がったのであれば、プロジェクト全体の RBS の型推測はワンチャンいけるんじゃないかみたいなことを考えたわけですね。で、RBS の型の推測ということでですね、Guess RBS、Guess Goose、RBS Goose。はい、ということで RBS Goose というツールを作りました。こちらがですね、RBS の型定義を LLM 使って推測するものになっています。ちなみにですね、ここにロゴの左側赤い鳥がいるんですけど、こいつはですね、グース、ガチョウではなくてですね、ダック、アヒルとなっております。はい、このロゴですね、ダリスリーという画像 AI に作ってもらったんですけど、ただのアヒルではないんです。このアヒルなんとですね、グースのように鳴くアヒルです。グースのように鳴くアヒルはグースとしても扱えるということが知られてまして、これを専門用語でグースタイピングと申しますというネタが滑ったところでですね、はい、改めて Ruby コードから RBS の型を推測するツール RBS Goose を作った話をしていきたいなというふうに思います。ということで、目次の方を見ていきましょう。RBS Goose を作った目的のところを最初に説明して、で、RBS Goose どんな仕組みで動くのかというところを解説していきます。その後に LLM を使った開発、ちょっと Tips いくつか分かったものがあるので共有させていただいて、
で、ツールの性能評価をしてまとめというところに行ければなと思います。ということでですね、最初のところからいきたいと思います。RBS グースを作った目的です。で、これですね、正直なところ一番最初に思いついたのは、LLM で型が推測できたら面白いんじゃないっていうただの思いつきだったんですけれども、これで目的終わりですって言っちゃうと話が広がらないので、ちょっとですね、もう少し背景の話していければなというふうに思います。まずですね、RBS ってそもそも何だっけっていうところを確認していくと、Ruby の型構造を定義するための言語です。例えば左側はですね、パーソン RB にアトリビュートリーダーでネーム持ってるとか、イニシャライズでネーム受け取るといったことは書けるんですが、このネーム具体的な型が何かっていうのは分かりません。これに対して右側ですね、RBS の方で、ネームっていうのはストリング型で、イニシャライズもストリングを受け取るんだよと、こういうふうに書いてやることで、ネームがストリング型っていうのを書くことができるというものになってます。で、こういうのが何で必要かっていうと、大まかに2つぐらい目的があるかなと思っていて、まずは型検査による安全な開発です。Ruby のコードを実際に動かしてみるまで変な型が当たっているかとか、変なメソッドを呼び出してしまわないかといったところは検査できないんですが、こういった部分を性的型検査によって不正のメソッド呼び出しが実行前に検知できるようになるというところが一つ嬉しいポイントになってきます。またもう一つですね、保管などの開発体験の向上、こちらが結構最近押されることが多くて、どういうことかというと、例えばメソッドを呼び出す引数に関して、インテージャー型を受け取るようなメソッドだったら、インテージャー型の変数とかを優先して保管してあげた方が使いやすいよねとか、そういったことを提供しようというものになってます。で、このあたりではですね、SteepVS Code や TypeProof4IDE なんかが結構盛んに開発されているところになっています。こういった恩恵を受けるために RBS 書いていくんですが、結構ですね、別ファイルで書くとちょっと大変なこともあるので、Ruby から RBS を生成する手法というのがいくつかすでにあります。で、大まかに RBS プロトタイプ RB、RBS プロトタイプランタイム、そしてタイププロフの3つが代表的なものになるんですが、これそれぞれ中の仕組みが違うだけで、Ruby コードから RBS を生成するっていうところは一緒です。で、この後詳しく見ていくんですが、手法ごとに注意点があってですね、いずれにせよ一発で完璧に RBS 生成するのは難しいかなというところになってます。特に Ruby だとですね、メタプログラミングで動的な要素というのが多いので、そういったものは結構型の生成苦手としている部分です。まず1つ目の例から見ていきますと、RBS プロトタイプ RB ですね。こちらは、Ruby のコードを静的に構文解析をして、Ruby のクラスの記述をそのまま RBS に置き換えてやるといったようなものです。で、今回例にするのが左側の config.rb というクラスで、セルフコンフィギュアでブロック受け取ったら入したのにそのまま渡して、で、あとはホゲフがピヨっていう3つの変数それぞれをアトリビュートアクセスは定義すると。かなりメタプロバリバリなコードではあるんですが、下管理用で見ていくと、config.configure で C のドットホゲに1を入れて、C フガに A を入れてみたいな、こういう形の設定結構よく出てくるものじゃないかなと思います。で、こんなクラスに対してですね、RBS プロトタイプ RB かけてやると、右側の RBS ファイルが生成されまして、セルフ .configure がプロックを受け取るよと。ただ、プロックの中身はアンタイプド、つまり型がまだ分かんないよというものになっている。これはですね、Ruby のコードの中には当然型の情報ないので、静的型解析だけは出てこない部分。また、ホゲフがピヨのようなアトリビュートアクセッサーは、メタプログラミングで生成されるものなので、クラス解析だけでは出てこないと。このようなものが生成されます。結構一番3手法の中では推測できるものが少ないんですけども、代わりに、静的型解析だけなので非常に高速に実行できて、どんなコードでもいけるっていうのがメリットになってくるものです。次にですね、RBS プロトタイプランタイムを見ていきます。こちらは先ほどとは違って、動的に実行形に Ruby のクラスをロードしまして、そのクラスの見本だ結果をリフレクションで RBS に書き出してやるというものになります。で、ロードの時にクラス全体が評価されるので、メタプログラムで生やしているアトリビュートアクセッサーが全てロードされて、右側、config.rbs にはフがイコールといったアクセッサーメソッドも全部定義されているという形になります。一方で、やはり Ruby を元にしているので、型の情報が書かれていなくて、具体的な型は全部アンタイプドになっていると。こんなような RBS が生成されます。で、最後にタイププロフですね。こちらそれまでの2つとは違って、型レベル実行という特殊な仕組みを使います。これ何かというと、実際に Ruby を実行すると値を受け渡していくんですが、その値を受け渡す代わりに型の情報というのを受け渡して、でその型の情報を取っておいて RBS に反映してやるというような手法になっています。でこれやるときには、コードを実際に動かす必要があるので、config.rb 左側の下の方、先ほどまでコメントアウトしていた使用例がコメントじゃなくしています。でこれを実行してやると、この部分のコードが動いて、その時の型の情報が入ったものが右側に出てきます。今回だと self.configure は、プロックの引数が config っていうのが正しく出ていると。
一方で返り値がなぜかコロンピオということでシンボルが返っちゃってるんですが、これなんでかっていうと、左側のコードで一番最後に評価するのが C.Pio イコールコロンピオっていうコードなので、これ書いたのがコロンピオだからそのまま反映されていると。これ多分本当はボイドになってほしい部分なんですが、こういうふうに具体的すぎる値が入ってしまうということもあります。また今回アトリビュートを呼び出してないので、その部分は拾えてなくて、メタプロのメソッドは全然反映されてないという、こういった RBS が生成されるものになります。ということでですね、3手法をそれぞれ見てきたんですが、どの手法を使ってもやっぱりアンタイプドが残ってしまうので、それを直したりとか、あるいは足りないメソッドを補ったりとかする必要があって、このあたりも結構大変になってくる部分なんですね。で、これを RBS グースで何とかしたいなと思ったという話になってくるんですが、先ほどのですね、RBS ひな型の部分を既存ツールで作るところまでは使っていって、でそれを人間が結局手で直すっていう固定があるので、ここをですね LLM の力を使ってアンタイプドを具体型にしてやるとか、不足メソッドを補うというところをできると面白いのかなというふうに考えて作っているものになっています。でこういうのできると結構便利かなと思うんですが、ですね、先に断っておくとまだ実用レベルまでは実現できていないものになるので、仕組みとかも説明していくんですが、今後もっとこれを開発していくんだなみたいな感じで聞いていただけると嬉しいかなと思います。というところでですね、目的の話以上にしまして、続けて中の仕組みの話していければなというふうに思います。で、説明のためにですね、先ほどのコンフィグだとちょっと複雑すぎるので、パーソン RB 非常にシンプルなクラスを例にして、このパーソン RB から具体的なパーソン RBS ネームがストリングになっているような注釈の入ったものというのを作っていく過程を説明できればと思います。で、RBS の全体の構成このようになっています。ざっと説明していくと、左上の Ruby と書いたところが入力の Ruby ファイルで、それに対して下側に RBS プロトタイプなどの既存ツールで RBS のひな型を生成します。で、その下の example というのと混ぜて LLM の入力にあるプロンプトという文章を組み立てて、それを LLM に渡すと改善された RBS が出てくると、こんなような仕組みになっています。ちょっと1箇所ずつ詳しく見ていきましょう。まずは左上ですね、Ruby コードからひな型となる RBS を作っておくところです。ここは先ほど説明したどのツールで作ってもいいんですが、今回は RBS プロトタイプで作ったものとして説明を進めます。なのでこの時点ではネームやイニシャライズに渡す引数などは全てアンタイプドになっているというものになります。で、これに加えて左下ですね、examples と書いたところに何を入れているかというと、入力の Ruby とは全く違う example1 という Ruby と、それに対してプロトタイプ作ったシグネチャー example1RBS、そしてこの2つから LLM にどういうふうに型を保管してほしいかというお手本となる Refined Signature というやつが右下になっていて、今回だと Quantity がもともとアンタイプだった頃を Quantity という名前だからインテージャーじゃないかみたいなことを入れてほしいと、こういう意図を書いています。これなぜ必要かというとですね、LLM 頼み方を工夫しないと結構想定しない答え方をしてしまうことがあるので、答え方の例として1個例を渡してやるというような手法がいい品質の答えが得られることが知られているので、そのために作っています。このような手法をフューショットプロンプトと言います。ということで、これらを使って LLM の入力となるプロンプトを組み立てていきます。で、プロンプトには一番最初にインストラクションと呼ばれる命令文を置いてます。When Ruby source code and RBS type signature are given, define each RBS type signatures ということで、Ruby と RBS 渡すから RBS を改善したものを返してというお願いを入れてます。で、これに続けてですね、インプットとアウトプットの区切り記号でエグザンプルの部分を入れています。それに加え続けて、今度インプットの区切り記号の後に本来の入力である Ruby コードと、それからそれに対するプロトタイプの RBS を入れて、アウトプットの区切り記号までをプロンプトにします。このようにすると LLM はこの続く文章を推測しに行くんですが、その時に形が整っているこの上側のエグザンプルと同じ形で推測しようとするので、出力がこのようにパーソン RBS のマークダウンでネームがストリングスになったものというのが返ってきます。で、これをパースしてやって RBS に書き戻してやることで、全体として RBS の型の改善みたいなことができるようにしています。ということで、改めて全体の構成をおさらいしていくと、左上 Ruby ファイルを入力として RBS プロトタイプでひな型の RBS を作っておきます。これと Examples を混ぜてフューショットプロンプトを構成しておいて LLM に投げていくと、改善した RBS がマークダウンで返ってくるので、パースしてファイルに書き込んでやると。こういった仕組みで RBS グース動作するものにしています。でですね、今回の例では、Ruby1 ファイルの前提でお話をしてきたんですが、実際にはですね、プロジェクト複数ファイルあることが普通です。例えばですね、先ほど話したパーソンでいくと、ネームというアトリビュートはストリングスにしていたんですが、別のクラスでパーソンネームというクラスがあった場合ですね、
こういう場合には、person.name は、ストリングではなくて person_name クラスのインスタンスになってほしいということがほとんどかなと思います。でこういうふうにクラス間の相互作用をどのように推測するかというところなんですが、戦略が3つほど思いつきまして、まず1つ目は、実際に Ruby のコードをロードしておいて定数リストを作っておくと。で推測するときにはその定数リストからそれっぽい名前のものがあればそれを使ってもらうっていう案。それからですね、ラグという手法を使って、関連しそうなファイル、例えばユーザーに関連するものであればユーザーを参照しているファイルやユーザーというのが名前に入っているようなファイルを組み合わせて渡しておいて推測をしてもらうという案。それからあまり難しいことは考えずにもう全ての Ruby ファイルをまとめて一度に RBS 全体を改善してもらうという案。このあたりが思いつきました。で、今回取ったのが一番最後の全ての Ruby ファイルをまとめて一度に推論させるという案です。で他の例ですとどうしても人間が何らかの形でフィルタリングをしたりとかして AI が全ての情報を得られないという状況になるので、AI が全てのコードを見て総合的に判断できる方がいい結果得られないかなという目論見でこのようにしています。またそんなに渡して大丈夫なのという話なんですが、今の OpenAI のものだと 128K トークンでトークンというのが英単語数なんですが、そのぐらいの文字列は扱えるので、小さなプロジェクトであればこのぐらいでも全然収まるんじゃないかなと思ってこうしています。ちなみにですね、昨年時点ではこの入力の最大値というのが入力と出力を合わせて 4K トークンという結構短めのものだったので、この戦略難しかったんですが、この1年の LLM 進化でかなり現実的になってきたかなというものになっています。でこの戦略でプロンプトを組み立てると実際にはこのような感じでですね、文字細かくて何も見えないとは思うんですが、これ先ほどと同じ形になっていて命令文があって、でエグザンプルが3ファイルのものを並べて入出力入れた後に最後実際の入力として2ファイル分を入れているというものになります。結構長く見えるんですけれども、今の LLM であればこのぐらいは全然推測してくれるというものになっています。こんな感じで動かしているんですけれども、とはいえですね、やはりこの形でやっても大抵一発ではうまくいかなくって、でスティープチェックかけるとエラーが出るので、このエラーを結局何らかの形で修正する必要があるというところはまだ残っていて、でこの部分も LLM でやれないかなとこう考えているのがこちらの図になります。こちらはちょっとねまだ実験中で実装を続けているところなんですが、大まかな仕組みとしてはさっきと近くって、Ruby と RBS すでに書いてあるものからスティープチェックをすると何らかのエラーが出てきます。でこれとやはりエグザンプル図にも Ruby と RBS とそれに対するスティープエラー、そしてそれらを入力としてどんな修正をしてほしいかっていう意図を示す Refined RBS の4つ組を作っておいて、これらを混ぜたプロンプトを LLM に渡して、でエラーを元にした修正をした RBS が返ってくると、こういったことができると結構うまくいくんじゃないかなと思ってるんですが、まだこちらは実装している最中という感じです。はい、というところでですね、RBS グースの仕組みというところを解説してきました。ここからはですね、RBS グース開発していく中で LLM に関して Tips いくつか知見得られたので、そちら共有していきたいなと思います。でまず1つ目がですね、設定に関してです。で今回 RBS グースは開発者が使うツールとして考えているので、誰かが手元に入れて使うものというふうに想定しています。そうなってくると、例えば OpenAI API でしか動かなくって API トークン入れてねっていう形にすると、いやいやクラウドの LLM が使いたいんだとか、あるいはローカル LLM で試してみたいんだけどとか、そういったケースに対応できなくなるので、どの LLM を使うかをユーザーが自分で設定できるようにしたかったというのがあります。でこれどうしたかなんですけれども、LLM フレームワークというのをアダプタとして使ってます。今回使ったのが、LangChain RB というジェムで、こちらはアンドリュー氏が作っているコミュニティジェムになります。で、LangChain RB 自体は、LLM を問わずにプロンプト管理であるとかエージェントといった複雑な機能を使えるようにしようというフレームワークなんですが、これを実現するためにいろんな LLM に対してインターフェースの共通したクライアントを定義してくれてます。なので RBS グースでもこのクライアントを使ってインターフェース共通したものを使えるようにしようというふうにしています。で具体的な設定はこのようになっていて、5行目 Use OpenAI といったメソッドを用意しているように、代表的な LLM についてはショートカットのメソッドを用意しているんですが、これを使わずにですね、8行目 LLM クライアントイコール LangChain LLM OpenAI New みたいな感じで、LangChain LLM のインスタンスを直接受け取れるようにしています。でここ OpenAI じゃなくてもよくって11行目ですね、LangChain LLM ORAMA。ORAMA というのが、ローカルで動かす LLM のサーバーになるんですが、みたいなものを入れても動くようにという形にしています。このようにしてですね、LLM フレームワークをアダプタに使っているという Tips がありましたというところです。では次の Tips いきたいと思います。テストに関してです。
LLM ですね、API で使うと重量課金になっているので、テストでガンガン叩いてしまうと料金が高くなってしまうというところと、基本的には数秒程度ラグがあるものなので、結構テストが遅くなってしまうというところで、素直にやるとちょっと CI と致命的に相性が悪くなってしまうというものがあります。でこれを避けるために VCR ジェムなどの Webmock を利用すると良いかなと思っていて、RBS Goose でも VCR ジェムを使っています。この時にですね、標準だと HTTP の URL と HTTP メソッドだけで mock するかを判定するんですが、LLM だとリクエストするプロンプトがボディの中に含まれているので、リクエストボディも含めた厳密位置を指定しておかないと変なモックがされてしまうという罠があります。また、ちょっと変わった時に再レコーディングしようと思ったら、全然違う返答が返ってきてしまったっていうとテストが通らなくなってしまうので、LLM の再現性をなるべく高めるためにテンプレチャーというランダム性を制御するパラメータは0にする必要があるというところがおすすめです。で具体的な VCR のセットアップはこのようになっていて、これスペックヘルパーのコード内の記述ですが、注目してほしいのが7行目ですね。マッチリクエストオンというところで、標準ではメソッドと URI だけを見てモックを使うか決めるんですが、ここにボディを足してプロンプトが変わっていないかというのを検査します。で8行目、レコードのところ標準でワンスにすることによって、初回のリクエストだけは実際に API を投げて、で返ってきたレスポンスを記録しておいて、2回目以降はボディやメソッドが変わってない限りは同じ結果を使いますというような仕組みになっています。また10行目はリクエストの中に OpenAI のアクセストークンなどセンシティブなデータが含まれているので、これが記録されないようにフィルタリングをかけているというものになります。このように設定しておくと、実際のテストでは、こちらですね、4行目 VCR ユーズカセットというところで、記録するファイル名を指定しておくと、その中ではあまり気にすることなく Web リクエストを行うテストコードを書いておいて、初回実行時には OpenAI にリクエストが飛んでレスポンスが返ってきたらそれが記録されて、2回目以降はリクエスト変わらない限りはすぐに返ってくるので、再現性高くかつ高速なテストができるというふうになっています。ちなみに記録されたリクエストの例はこのような感じで、YAML になっていて、リクエストの4行目ですね、メソッドがポストで URI は OpenAI のチャットコンプリーションだよと。で、リクエストのボディに関しても9行目からですね、プロンプトがこんな感じのプロンプトだよというのが入っていると。こういうふうに記録される仕組みになっています。VCR ジェムかなり使い勝手が良いので、LLM 開発される際は非常におすすめかなと思います。さて、というところで Tips2 つ紹介してきました。ここからはですね、RBS Goose の性能評価の話していければなと思います。まず1つ目の例が、最初の方に示した Config と似た形のメタプログラミングを使った小さめのクラスですね。左側、最初に示したものと大体同じようなコンフィグなんですけど、アトリビュート名だけクライアントロールプロンプトでちょっと具体的なものにして、右側のランナーでコンフィグを受け取って、ランで、コンフィグで設定された値を使って LLM で叩くみたいな、RBS Goose の中で作っているコードとかなり似たものを小さめの例にしたものになっています。で、こちらのメタプログラミングを含む小さな例を推測させてみて、どんな結果になるかというのを、まずベースになる RBS の生成手法ですね、事前に説明した RBS プロトタイプ RBS プロトタイプランタイム、そしてタイププロフの3手法、それぞれを試しています。また、その後に推測をする LLM については、OpenAI と Anthropic の各モデル、それからローカル LLM の例として、コードジェンマというモデルを使っています。で、この組み合わせそれぞれについて結果を作った上で、それがスティープチェック通ったかというところの確認と、目視でどんなコードが生成されたかというのの品質を確認しています。で、後者の品質確認なぜ必要かというとですね、スティープチェックはアンタイプドになっていても取ってしまうケースがあるんですが、まだ実際には具体化してほしかったのにアンタイプドのままになっているところがないかっていうところを目視で確認するものにしています。ということですね、この結果どうなったかがこちらの表で、ちょっとガーッとあって見にくいかもしれないんですが、注目してほしいのが右側の3行ですね、RBS の元の生成手法ごとに縦軸に並んでるんですが、ここ見てもらうとですね、縦軸でパーフェクトって書いてあるところ、一番理想的な出力が得られたものの数が意外と変わんないなっていう感じになってます。これはですね、タイププロフとかランタイムのような結構情報量の多いものの方が良くなるかなと思ったので意外な部分です。逆に横軸がモデルごとの結果が並んでいるんですが、上の方ですね、OpenAI の GPT 系はかなりパーフェクトになっている割合が高くって、Anthropic のクラウド系は意外と Almost っていうちょっと微妙なところがあったみたいな結果が多くなっています。またコードジェンマはローカルで動くものは Not Good になっていて、かなり微妙な出力になっていたという結果です。コードジェンマもものによってはいい出力を得られることもあるんですが、少なくとも今回のメタプログラミングを含む例ではまだちょっと力不足だなという印象だったというところです。
でそれぞれ具体的に見ていくんですが、まずモデルごとの結果が意外と違わなかったという話ですね。これなんでかなというところなんですが、ですね、分かりやすいのが RBase プロトタイプランタイムでこれだけ、アトリビュートアクセッサーメタプログラミングで作ったものがもともと作られているんですけれども、このもともと作ったアトリビュートアクセッサーのメソッドが全部消えて、で生成したものでは、アトリビュートアクセッサーが3つ並んでいると、こういうような形で書き換えが行われてました。こんな感じでですね、意外と元にした RBase に関わらず、アトリビュートアクセッサーのコードが出力されるというような結果が見られました。これは使っているエグザンプルの中にこのアトリビュートアクセッサーを使ったものが入っているので、そちらに引っ張られたのかなというふうに思ってます。次にですね、クラウド系でオールモストが多かったという話なんですが、どういう点でうまくいかなかったのかというところでいくと、一番目立ったのが、ラングチェーン LLM OpenAI シャープチャットっていうのの返り値がコードの中に含まれてないので、ここは不定なのでアンタイプドに残さないといけないんですが、これをですね、ラングチェーン OpenAI チャットコンプリションとかラングチェーンチャットコンプリションといった存在しないそれっぽい名前の方で捏造して答えることがあったんですね。賢すぎるとこういうこともあるんだなというのが面白いところです。また興味深いケースとしては、同じ例でランの戻り値をアンタイプにしているんだけれども、 GPT-4 ターボが一例だけですね、コメントでリターンタイプは、ラングチェーン LLM OpenAI のチャットコンプリッションの実装によるよっていうコメントをつけてアンタイプドにしているものがあったんですね。これかなり賢い挙動だなと思っていて、もしかすると、命令文の中にこういうふうに、アンタイプドをなるべく消すんだけれども、残すものについてはなぜアンタイプドにしなきゃいけないかったかをコメントに書いてみたいな命令にしてやると、クラウドでももうちょっと結果が改善するかもしれないなというところがあったりしました。ということで個別の結果を見ていくのはこのぐらいにして、今度ですね、実行時間について見ていきます。ちょっと一応表には全部したんですが見にくいので、パーフェクトとオールモスト、つまりかなりいい質が得られたもののみに絞って時間を併記してみます。それとですね、上から3行目 GPT-4 Omni という列が全部パーフェクトになっていて、なおかつ縦軸で見ていっても全て一番早く応答を返しているということが分かります。で GPT-4 Omni 昨日出たばかりのモデルなんですけれども、非常に賢い上に速いということで、正直なところ今後しばらくは使うならばこの GPT-4 Omni で十分かなという気がするといった結果になりました。といったところですね、実験1の考察なんですが、用ったのは RBase の生成手法、どのようにしてもそんなに大差はありませんでした。で大差がないので、実行が手軽で早い RBase プロトタイプ RB を使うのが一番いいのかなというふうに思ってます。一方、モデルについては結構顕著な差が出ていて、GPT 系の成績が明らかに良かったです。特に GPT-4 Omni が最速なのに理想的な出力が得られるということで、RBase プロトタイプ RB と GPT-4 Omni を組み合わせて使っていくのがいいのかなというのが分かったというのが1の結果になってきます。では続けてですね、実験評価の2つ目として、もうちょっと大きい例で何か試そうと思って RBase Goose 自体の Ruby コードから RBase を推測してもらいました。で、先ほど言った通りどの手法でベース作ってもそんなに大差なさそうだったので、今回は RBase プロトタイプ RB を使ったもののみでやっています。でちなみに、コード規模としては、ファイル数が17、行数カウントで698で、容量では 68KB、このぐらいのコード規模のものになってます。でこれでどうなったかを見ていくと、こういった形でですね、今回はパーフェクト理想的な出力が得られたものはなくて、ちっちゃいモデルだとプアーなかなり微妙な出力しか得られなかったとか、一番下ですね、コードジェンマに至ってはひどいものだったみたいなのもあるんですが、オールモストってなっているのが、モデルのサイズがラージ以上のものですね。ある程度いい出力が得られているものになっていて、やはりこちらもですね、赤枠で囲った GPT-4 Omni が一番いい結果が得られて、なおかつ実行時間も短くなりました。また今回は実行にかかった費用ですね、1回実行するのにいくらぐらいかかっているかっていうのを示したんですが、これもラージのモデルの中では一番安い 7.86 セントぐらいになっているというものになります。で具体的にどんな出力が得られなかったのかっていうと、こんな感じでですね、全体的にはジェネリクスも含めてよく推測されていて、ちょっと文字細かいんですが、アレイとかハッシュの中のジェネリクスの指定も大体合っていますし、メソッドの引数も大体合っているというところで、標準的な部分はかなりうまく推測されていました。一方で失敗したポイントとしては、ストラクトやデフデリゲーターなどですね、ストラクトではですね、存在しないジェネリクスみたいな括弧の記法を入れてしまったりだとか、デフデリゲーターに至ってはもう Ruby のコードがそのままこっちに入ってきてしまうといった出力がありました。で特に後者のデフデリゲーターに関しては、アトリビュートアクセッサーが Ruby と RBase で全く同じ記述をできるので、そちらに引っ張られてデフデリゲーターはそれでいけるやろうということで書いてしまったんじゃないかなというふうに予測しています。ではですね、こういう明らかに間違っているところを直すとどうなるか、直してスティープチェックをかけてみました。
エラーがですね、42プログラムフロム6ファイルズということで、なんかいっぱい出てしまって、まだまだ直さないといけないな、というところまでが得られた結果になっています。というところでですね、こちらの実験2の方の考察としては、まず特殊ケース、ストラクトなんかですね、うまく扱えないので、このあたり、エグザンプル図に含めるか、ファインチューニングを行うかして、うまくやっていく必要があるなというところが分かりました。またですね、Ruby と RBS を1対1の対応にするプログラムにしていたんですが、こうしてしまうとですね、Rails のアプリケーションでも試してみたかったんですが、RBS Rails や TypeProf といった仕組みを使うと、トップレベルに RBS がまとめて生成されてしまうので、ちょっと今の RBS グースの構成だとうまく使えないみたいなところがあって、ここはちょっと変えていかないといけないなという部分でした。で、最後見ていただいた通りですね、最終的にやっぱりスティープチェックでいっぱいエラーが出てきて、どこから直せばいいのか分かんなくなるので、型エラーの自動修正みたいな機能は欲しくなってくるなというところが分かりました。というところでまとめにいきたいと思います。RBS グースを作った事例というのを紹介してきました。ではプロンプトの構成方法とその意図についてを解説してきました。また LM を使った開発の Tips いくつか紹介しました。ですね、RBS グース見ていただくとまだ実験段階ですが LLM を使うと面白いことができるかもというのが伝わったら嬉しいなと思っております。というところで発表終わると綺麗なんですが、もうちょっとだけですね、気になっているところがありまして、これだけ紹介したいんですが、明日のセッションですね、RBS 作られている宗太郎さんのセッションがありまして、Embedding into Ruby Code ということで、RBS をインラインで書ける RBS インラインっていうのを作られてこの話が来ると思うんですね。これコメントでインラインで書けるようになるんですけど、こうなってくると RBS グース別で RBS ファイルを出力する前提で作ってるのでうまく動くかなみたいなのが心配になってくるのとですね、このインラインで書く感じになると多分 GitHub パイロットとかの保管がすごくきれいに効くようになるとか、あとはプロジェクト全体を編集するオープンインタープリターやコパイロットワークスペースというのが出てきているので、この辺りが結構きれいに RBS を扱えるようになるんじゃないかなというのを思ったりします。でそうなってくるとですね、こっちの手法を使った方が簡単に片付くやんけというふうになって、RBS グース死亡のお知らせになるかもなというのを心配していたりします。でどうしようかな、もうちょっと RBS グース頑張るか、そういう手法をいろいろ試してみるかなというのを考えてたんですが、ですね、RBS グースがデッドダックになる、つまり失敗に終わってしまうのか、それともプロジェクト全体の型をつけるという手法がうまくいって金の卵を産むガチョウになるのかっていうのがちょっとまだ分かんないので、クックマイオングース、自分で正解の聞かせている前にもうちょっと試してみようかなというふうに思っています。というオチをつけたところで今度こそ発表終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。